さんのレトロゲーのんびり実況始まるで。ファンタジーゾーンコンプリートコレクションからファンタジーゾーン2リメイクやります。100円投下してません。一面の惑星はパスタリア。オパオカが訪れた惑星は自然が豊かであった。事前対策が施されていることを知り、早速調査を開始した。オパオカさんの感想英文は各ステージごとにリープル翻訳先生の翻訳でどうぞ。前線基地はマカロリンです。ほんで早速買い物。定番すぎるジェットエンジンとツインボムですまん。今回からヘビーボムなどの価格が上がっているのがポイントです。使い切りやのうてボムボタンため打ちで何回でも撃てるようになったんよ。大胆な変更。装備変更も見やすくなった。ほんで早速ファンタジーゾーン2の特徴裏ゾーンにワークするでよ。ダークサイドへ GO。システム16番ではブライトサイドとダークサイドの2つのゾーン構成となっています。特定の前線基地を破壊すると出現するワークゾーンに入ることでダークサイドに移ることができます。ダークサイドは敵の攻撃が強力になり、通常ショップは出現せず、シークレットショップのみ出現といい、制約がある反面、敵が落とす小銭の金額がかなり高くなります。今撃っとる謎の物体を破壊したらこんな感じでシークレットショップが出現するんよ。カイルは通常ショップより品数が少ないです。売っとる商品は微妙やけん、ちゃんと買い物したかったらブライトサイドに戻らんとあかん。ミス後の復活が大変。今回いっちゃん性能変わってもた武器のスマートボムを視聴者さんに見せてあげようかね。それは良い考えですね。ボムボタンを押しっぱでゲージがたまる。発射。ボタン離すと発射やスマートボムは範囲攻撃に変更されてるけど何度も撃てて前作同様で敵の弾を消せるのが良い。これらの変更の影響でゲーム性もだいぶ変わったと感じ取る。基本的にショット打ちつつボムを貯めるけんツインボムの出番がめっちゃ少なくなった。いつでもスマートボムで敵弾を消せるのは魅力。ボスです。ボスの名はウッドポール。今回からボスの名前が表示されています。丸太の軌道を変化させて攻撃。ダークサイドでは回転させながら動かしてくるので危ない一面から結構強敵です。スタンパロンさんのような癒しが欲しい。しかしダークサイドのボスを倒しておかないとノーマルエンドになってしまいます。ブライトエンドを目指して強敵に挑みましょう。真に挑むで。素直。やっつけたで。早速喜び勇んで小銭をむさぼり集めましょう。むさぼり集める。クックック。オカオカが気のせいを分解した瞬間、未知の門が現れ、テレポートした。2面や惑星の名前は、サルカルド、前線基地は、プラクニカ、です。スマートボムのおかげで、楽に前線基地を倒せるで。ほらね。もう調子に乗ってる。たまに顔を見せる中型サイズの雑魚敵。奴は前線基地と同額のコインを落とすけん、見つけたら買っていきたい。後半の中型機は超強敵なので、今のうちに、根こそぎむしり取ってやりましょう。怖い。クックック。はあ。間違えて入ってもた。せっかくだから俺はこの赤のショップを選ぶぜ。はいはい。こうして越前オパスケは、ツインビッグショットを手に入れた。まだ買わんで。このショップには、リメイクで追加された武器が3種あるけん紹介。助かる。ツインビッグショット、スリーウェイショット。ふんふん。この2つは、強化されたショットにスリーウェイやな。ふんふん。ファイアボール。前作であったファイアボムをショットとして撃てる。ふんふん。こんな感じやな。視聴者さん今のでわかった。ダークサイドに戻るけん、ワープゾーンを探すで。ブライトサイドは、小銭の金額が非常にしょぼいので、なるだけ早くおいとまさせていただきましょう。出た。さらば。前線基地はあと3体。中型機もまとめて稼がせてもらおう。スマートボムは本当に使いやすくなりましたね。持ってると生存率が上がる気がする。シークレットショップはここにある。ボス前にちょっとお買い物。カイルで。実は結構貴重な、ツインビッグボムズがある。ノーマルショップには売ってへんのかな。あとは、ボス前なので、ワイドビームを一応買う。今作は、レポーリチを装備中に被弾しても、装備が剥がれるだけでミスになりません。簡易的なバリアみたいに使えるんよ。ボスです。ボスの名は、ハンマルだ。強敵です。何気にダークサイドのこいつが、一番強いボスではないかと。レーザーはもう完全に勘で避けとる。やられる前にやれの精神で、接近して速攻や。あっさり倒した風ですが、やられる時もあっさりやられるので、今回は運が良かったです。ほんまやで。悪ないスタートレック。この星もまた、レノン星軍の支配下にあった。果たして、彼は父親を見つけることができるのだろうか。3面や。惑星の名前は、ギアリカン。前線基地はカチコロンです。ポッポーズ雑魚が可愛い。前作ボスの面影がある雑魚は、思い入れのあるプレイヤーとして、嬉しく感じますね。中型機まとめて撃破や、コイン1枚5000円。
まだまだ中型機が優しいけん、お金を稼いどこう。シークレットショット。たまたま見つけた。入店するでよ。簡易バリアーとして、ウェポン1でも買うかの。3ウェイシフトや。セブンウェイに比べたらインパクトは薄いけんど、早いのうまいの安いの。安くて使いやすいんですね。牛丼一筋300年。また全然関係ない話してる。せっかくなので、2面で買ったツインビッグボムズを使っとる。威力はノーマルボムの2倍。接近して2発当てれば、ボム4発分の大ダメージ。この辺りの前線基地であれば、大体倒せてしまいます。切れた。3ウェイ切れた。ちょうどボスです。ボスです。ボスの名は、アイスバーン。氷の塊を砕き、中心の目玉を攻撃しましょう。ボス戦でもスマートボムが活躍や。周りに大量に浮遊している。氷の結晶は破壊不可能です。大きく避けながら目玉を狙うんやで。しばらくすると結晶が集結して、塊に戻るので、再度塊を砕きましょう。スマートボム重ねとけば一瞬よ。なんとなく一作目の、インクロン、思い出すな。目玉ミュートはのボスを連想しますね。この氷の結晶は、見た目より、当たり判定小さいみたいで、なんかすり抜けて、目玉を受け取る気がするんよね。神経質にならずに、案外適当に目玉に受けてってば、それなりにヒットしていますね。と、だいぶ目が赤くなってきました。もう一息です。次で終わりじゃな。とどめや。やりました。ばらけてしまって小銭が拾いにくいですね。ごめんやって。アクカツヤ銀河英雄伝説。オパオパは何か違和感を覚えた。小型のボスはボスの情報の断片を集める機能があり、10年経ってもボスのポットが復活していないなんてことはありえないのだ。4年。惑星の名前は、55。前線基地は、クエンマ、です。おやおや。惑星の説明中にやられてしまうとは何事だ。ごめんやって。前線基地倒したタイミングで、コイン取るために前線基地の残骸に突っ込む。しかし突っ込むんが早すぎて相打ち。ファンタジーゾーンをちょっと慣れてきた人が、やりがちなミスですね。ブライトサイドに戻ってきた。早速ショップへ。とりあえずエンジン。とりあえずウーロン茶。ツインビッグボムズ。売っとるな。通常ショップでもあるんですね。ここでは、ファイアボムを買う。前作をやったことがある方なら、ファイアボム打ち放題。ちょっとワクワクしませんか？簡易バリアに、ツインビッグショット、ツインビッグボムズも買っとくか。装備も整えましたし、ブライトサイドからはとっととおいとまいたしますか。あいよファイアボム、打ちまくりよ。いいですね。ワープゾーンや、さらば、小銭が、取り逃がした。気だ。買っといてよかったツインビッグショット。ショップで買い込んだ直後のミス。ちょっと油断しすぎでしたね。面目ない。被弾すると、オパオカが武器を落としますが、落とした武器を敵に当てると、ヘビーボムと同じ効果があります。おっと、かろうじて被弾せず。ほんまギリギリやった。今のは運が良かったですね。ちょっとシークレットショップを探す旅に行ってくるわ。気をつけて。確かこの辺りの高さにあったはず。発展。よっしゃ。帰るで。ボス直前やけん、簡易立て、3ウェイショット。あとはエクストラシックもつまんどく。ダークサイドで稼いだので、資金に余裕があります。2機買った。最後の1体に、ムカデで案外遠い。ファイアボムを貯めて。発射や。最後のコインは500円。時間経過で小銭の額がしょぼくなっていきます。ボスです。ボスの名は、ボムドラー。元作品から完全に別物になった、新たなボスです。ボスにもファイアボムを当てていく。ファイアボムを溜め当てるのと、ボムを連射して当てるのでは、どちらが効率いいのですか？正直わからん。ツインボムを連射したら景気よく当たるんやけど、火柱危なかった。なぜか倒しきれずに負けることが多かったん。ファイアボムを当てた方が早く倒せることが多かったけん、こちらを採用しています。ファイアボムで大ダメージを与えているわけではないとは思いますが、ボスの盾を貫通して、少しでも多くダメージを与えられているのかもしれませんね。そろそろとどめや。メラメーラ。すげえ。小銭をむさぼり集めてワークするで。次元ほど通撃した半吉薬がちょこそこちょっとお狙い。一つの惑星が二重構造になっているのは、オカオカには不自然に思えた。確かに一つの惑星が複数の構造を持つことはあり得るが、一般的にその領域は互いに干渉し合うことはないからだ。ごめん。惑星の名前は、カプリフタ。前線基地は、ハイホーンです。コイン1枚8000円。稼ぎがいがあるの。中型機の5000円も見逃せないですよ。中型機さんはおとなしいのもこの辺りが最後。
ラストステージに向けてしっかり溜め込むのじゃ。中型機さんに本気を出されると、小銭集めどころではなくなりますからね。ほんまそれ、まったりとファイヤーボム貯めて進めるのもここが最後よ。5000円。時間とともにしょぼくなります。前線基地、最後の1体やけん、残してショック探しに行ってくるわ。気をつけて。ここも確か一番上にあったような。あったあった。帰るで。ボス直前やけん、簡易シールドとして3ウェイ買っとくわ。そうしましょう。最後の1体を借りに行く。急ぎたいけど安全に。中型機倒したいけど、シールド優先。そうですね。危な。前線基地の残骸の影から弾を撃つの、かなり有効だと思います。なんで敵視点。ボスです。ボスの名は、ブルーグマ。元作品のボスと見た目は同じですが、攻撃方法は全くの別物。新たなボスと認識して良いと思います。分裂したパーツはファイヤーボムで一掃できる。一瞬で一列倒せるけんおすすめや。で、パーツのどっかに本体がおるけん、見つけ出したら、ツインショットをぶち込んで差し上げろ。本体が顔を出すと、3ウェイ攻撃になるのが厄介です。ある程度パーツを破壊してから、本体にお見舞いして差し上げましょう。割とたくさんの弾を撃ってくるけん、ワンのグラブンガーや、ポッポーズ戦みたいな、熱い弾よけを楽しめるで。コロネよ。なんすか？弾よけに集中しとんねん。あなたは、あの弾よけを楽しんでいたのか。酒切ったら脳汁出る。食らったら、しゃーなしじゃ。そういうもんなんですね。この辺は、昔の予習好きな視聴者さんには、分かってもらえるはず。なるほど。そっちは危ない。生きるマリア。あらあら。なんとか生還。今の絶対当たってましたよね。2発。おいどんもそう思う。とどめでやんす。ヤンスチャーは謙遜。小銭がまとまってかき集めやすいですね。そうでやんす。どこでも窓。ドアでいいのでは。オパオパは何か未知の石に導かれているような気がしていた。もしそうなら、それは誰で、なぜなのか？ 6 面。惑星の名前は、フワリード。前線基地は、パピカリーナ、です。この面から要注意。さっき、視聴者さんも見たと思うけんど、こいつ、めっちゃ俊敏な中型機。ごっついてごわんよ。来た。こっち来んな。助けて。やけくそファイアボムが命中。とは言ってもあの中型機。ただの雑魚ですが、出会うたびにギリギリの戦いを強いられます。5面まではほんわかボーナスチャラやったのに、突然の調教的に早変わり。恐ろしい機動力で、大きく回り込んででも、オパオパに引導を渡しに来る。もうここまで来たらコインを集めとる暇はない。防戦一方ですね。できるだけ顔合わさんように。逃げ回る。ファイヤーボム貯めて、前線基地を壊して回れ。背景のポッポーズは嬉しい演出ですが、小児の話、眺めとる暇はない。シークレットショップなど、気になる要素はあるのですが、探しとる余裕がない。武器を持ったやつが相手なら、顔証拠券を使う暇はない。ありがとうございました。ボスです。ボスの名は、アコードロン。元作品のボスの面影は、6個の部品が繋がる構造ぐらいか、新たなボスと言って良いでしょう。上下のパーツが合体して、色が変わった時にショットを打ち込むんや。なんとこのボスも、ファイヤーボム一発で、パーツ破壊できる。ファイヤーボムはもちろん貫通するけん、複数パーツまとめて破壊も可能や。2パーツ破壊。破壊した箇所に砲台が入るけんど、弾速遅いし、そんな問題にならん。アコードロン撃破。ここも小銭が固まって拾い集めやすいです拾いね。集めろ。ヨガ。ヨガテレポート。今、オパオパは自分が通ったゲートが、通常のアップデートでないことを確信していた。何かを判断しているオブザーバーは確かに存在した。しかし、彼はもう帰ることができない。斜面や。惑星の名前は、スバーディアス。前線基地は、アホーユ、です。アホみたいな名前ですが、固く、最強の前線基地です。硬すぎてツインショット。打ち込む気がしない。ご覧の通り、猛威を振るっとる中型機さんもおるし、ここはワープゾーンで、ブライトサイドに行かさせてもらう。戦闘危険。間に合わんかったやん。惜しい。ひとまずワープゾーンに向かいましょう。バヒンバヒン。買い物や、戻った。ジェットエンジン、スティード、エクストラシップ、オプション、ほんで最強の武器、セブンウェイショット。レイザー、あとは、トリプルボムも、ミサイル、スティード、ダボー、レイザー、オプション。こんな感じかの。ありがとうございました。敵の攻撃の弱いブライトサイドに戻り、安心しきって、セブンウェイで前線基地を殲滅させる。なかなか良い手ですね。斜めのラックサイドはむずい。前線基地硬すぎやし、高速でついてくる中型機が、どこまでも狙い撃ちながら追ってくる。斜面だけでどんだけお釈迦の山を築いたか。そうして気づいた。そう、とりあえず逃げて。最後に勝てばよかろうなのだ。よかろう。
弱体化した前線基地も残すところはと一体。ボス前に買い物したい。さっき出てたよ。ショック出るまで粘る。聞いてる。おしゃかっとるやん。余裕あったのにな。ひーこらひーこら。バヒンバヒン。パーツショック入店。気を取り直す。買うものは以前と同じです。グラビティボムはちょっと気になる。ヘビーボムの強化版だそうです。使ったことないん。買い忘れはないな。セブンウェイ買ったしボス行くで。ワープゾーン、行くでよ。最後の前線基地はダークサイドで倒します。さすがにセブンウェイあったら中型機も余裕よ。前線基地に向か気をつけてね。え。よっしゃ。最後の前線基地、撃破。ボスです。ボスの名は、ハローリングス。元作品のボスの面影は全くありませんし、二つに分かれて名前が複数形に変更されています。もうこれは新ボスです。セブンウェイ切れてもた。このボス初見で倒し方わかる？近づきすぎた。むずい。エンジンショップ。ボスに負けてもエンジンだけは買って再スタートできます。今回ボスに負けた。初やったんやな。いつもは2面のダルマ落とし、4面のテトランの時によく負けてました。ハローリングス、2回目の挑戦。このボス、本体撃ってもダメージないんよ。白本体が出す弾撃ったら、色が変わる。その色変わった弾を、黒の本体が吸収した時にダメージ入るんよ。放出した弾を打ち漏らすと、散らばって画面外から突然戻ってくるので注意です。こんなん見えんや。こんな感じで。エンジンショップ。ジェットエンジン買って再挑戦や。負けへんね。次こそ、負けへんね。気合十分。3度目の正直となるか。三度相まみえる。ハローリングス戦です。前段命中。2回目放出。画面中央部で待機して敵弾を待つ。打ち漏らし一発。あと一息。おお。やったで。小銭の塊が惜しい。惜しい。ボソンジャンプ。実はよく知らない。最終ステージ突入。恒例のショップからスタートです。これは、ドロップティアーズ。オパオパの涙や。20万円。めっちゃ高いけん1回しか買えん。ブライトエンドを目指すには必須のアイテムです。ノーミスでラスボスまでいけると思ってないけん、今回は買わん。いろんなボス対策にファイアボム、気休めにワイドビーム。そんな感じやな。ツインボムズを買わない。多分、ファイアボムのためで使えんけん。ですね。ここは本当にファンタジーゾーンなのか？オパオパは無意識に独り言を言っていた。俺はどこにいるんだ？勝ち目、ラストステージや。惑星の名前は、ドルフィン、ボスラッシュですが、今までダークサイドでボスを倒してきたので、ここで戦うボスは逆のサイド、ブライトサイドのボスと戦います。ボスの連戦やけど、今まで倒したボスより弱いけん、結構気楽に戦えるで。ファイアボム大活躍。ダークサイドのダルマ落としさん、めっちゃ強いけん、これは助かる。ハンマルダ撃破。1面のウッドポールさんはすでに瞬殺されていました。続いて3面のアイスバーン。ブライトサイドのアイスバーンは、結晶に分裂時、さほど広がらないので、対処が楽です。なんで、もう貫通するファイアボムや。ファイアボム一発で結晶状態解除。さらに一発で結晶に分裂。これは、勝ったな。風呂入ってくるか。やめなさい。お次は4面のボムドラン。ダークサイドとの違いは、シールドの位置です。腕の回転方向も逆ですね。攻撃を当てやすい箇所がガラ空きなので、かなりオパオパが有利です。ダメ押しでファイアボムも当てていく。すごく当てやすいです。当てやすいですが、火柱は相変わらず危険。油断して打ち込んでいると、気づいた時には追い詰められることもしばしば。すごくわかります。危な。あの奇襲、よーけ黒田は、ガラ空きタイム。しかし一旦離脱。もう一丁。ロロロロロ。腕が来たので一旦回り込む。うれれ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 れ。仕留めた。続きまして5面のブーブマン。ダークサイトと比べて、オパオパとある程度の間合いを取って、分裂してくれるので、弾を避けやすいです。また、弾の量も少ないので、ダークサイドでボスを倒した方であれば、問題なく攻略できると思います。そんな感じや。今も、これ、遠くまで間合いを離してから分裂してくれる。これでファイアボムもあれば、勝ち得よ。あれ？調子乗ってる。しかしプレイは堅実っぽい。当然っすよ。しっかり弾も見えてそうだ。マグレとチャーで。ブーブマン、弱点が顔を出し虫の息か。プロムファイアボムや。仕留めた。勢い乗ってきたで。いいですね。やってきました6面ボス、アコードロン。このボスは、ダークサイドのボスと何が違うのでしょうか？気持ち攻撃が緩い気がしないでもないが、
違いがよくわかりません。ひとまず、ファイアボムで弱点を一撃破壊して回りましょう。弱点壊した後の砲台から弾が少ない気もする。そんな気もしますね。ファイアボム仕様で堅実にいったようです。真心込めて仕留め中。先ほど苦労した7面ボス、ハローリングス。もうさっきみたいにやられるのは嫌だ。ブライトサイドのボスの弱体化に期待できるか。期待したい。いくつか撃ち漏らした。避けろ。こっつくな。うぎゃー。まぐれだがよし。鬼のまぐれ避け、炸裂や。まぐれを誇るもまたよし。放出した弾をいくつか撃ち漏らすが、やはりダークサイドのボスに比べると、画面外からの見えない奇襲などは少ない様子。よっしゃ。ハローリングス、撃破。テレポーテーション。マミ君おめじんたんいる。ボスです。ボスは、レモン。見た目は変わりましたが前作の虫です。ここで視聴者さんにお知らせやで。ご覧の通り、最終ステージ、スタート時のショップで、オパオパの涙を買っとらん。ブライトエンドを目指すには必須のアイテムなので、ここで一回、恋に負けます。ステプレイ、申し訳なかったです。それでは、4倍速。ここから本気。オパオカの涙買います。まずは本気の買い物。ターボエンジンや、今回初ターボ。コンデワイドビーム。実は連射が早い。一発勝負の、ドロップティアーズ。20万円。これで負けたらもう買えん。あと15万も残ってる。エクストラシップも余裕で買える。ケチってもしゃあない。ツインボムズもつけとけ。ドロップティアーズ、装備確認。過去、間違えてヘビーボム装備した経験あり。これはほんまに最後の勝負や。行くで。頑張って。はよ出てこい。速攻で倒さんと。ワイドビームが切れる前に。早く。早く。早く。買っといてよかったツインボムズ。当たってる。ラストはワイドビーム本体で直接殴る。ガツンとね。ヘビーボムさん。と、同威力の武器アタックです。ラスボスです。ボスは、ダックオカ。もう一人のオカオカ。ゾーン C に突入しての戦いです。最終戦は特別仕様。オカオカにも体力が設定され、お互い削り切った方の勝ちです。だがしかし、ダークオカの体当たりは一撃容赦かや。現在わずかにリード。このまま倒しきれるか。ツインショットで削る。うおー、来やがった。ツインモムズが6ヒット。また来やがる。超接近だ。ツインモムズ10ヒットだがあんなに接近して大丈夫か。やばかった。体当たりは一撃必殺だぞ。星亀の前。ダークオカ、緑リング配置。その技ずるくない？ダークオカの体力あとわずか。勝ったか？油断しないで。次で決める。その息。ここや。クロさん、ドロップティアーズを。わかってるじゃん。もう一回言っとこ。20万円ですし。キラキラしとる。きれい。どこでもドア。レジャーアイテム。父ちゃん。泣いとる。ちゃんと泣いてます。オパオカと戦った姿がそっくりで、同じ機能の武器を装備していた道の存在とは、実は彼はオパオカのもう一人の自分だった。幼少期の戦争による精神的ストレスから、本人も知らないうちに善と悪の二重人格になっていた。この事実を知っているのは父親だけである。オパオカの悪の人格がファンタジーゾーンを混乱に陥れようとしていることを父親は察知していた。レノンに寄生され暗黒の衝動を増幅させたオパオカ。そこで父は反転ワープゲート、ゲシュタルトゲートを使ってオパオカを自分の内面に潜らせ、レノンを破壊させた。オパオカの勇気ある勝利により、オパオパに救っていた悪は滅ぼされた。オパオカは感動の甘い涙をこらえきれず、正義に立ち返ったのである。そして、二度と戦争が起こらないようにと、願うのであった。終わったな。コロネよ、感想を聞こう。かいな。ファンタジーゾーン好きで、このリメイクを知らなかったなら、ぜひやるべき。ファミコンやセガマーク3版とは違った、アーケードライクなゲーム性を楽しめるで。最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用しており、コロネは四国メタンさん、ハーミリー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。